でもティッシュも綿棒も使わないでください。耳の中の水を取るにはたった3秒で事足ります。今回の研究テーマは耳に入った水を取る方法です。プールに入ったりダイビングをした後、耳に水が入ってしまって不快に感じませんか？なんだか音が大きく聞こえるような、自分の声がボワーっと響くような、耳の中でガサガサ音がするような、そんな時の対処法をお教えします。たった3秒で耳から水が抜けます。こんにちは。素潜りマーメイド研究所所長のマリダイバーです。プールに入った後、またはダイビングで海に潜った後に耳の中の水が抜けなくて困ったことありませんか？片足でケンケンしたり、頭を振ってみてもどうしても抜けない。誰でも一度は経験があるはずです。そんな時に気になって綿棒やティッシュの小よりを使って水を取ろうとする気持ちはわかります。でもティッシュも綿棒も使わないでください。耳の中の水を取るにはたった3秒で事足ります。しかも超簡単です。一見ありえないような方法ですが、騙されたと思ってやってみてください。この方法なら必ず水は抜けますよ。素潜りマーメイドスイム研究所では、素潜りやマーメイドスイムについて私自らが実験体となり検証するだけでなく、潜るためのコツやレアな情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録して当研究所の研究員になってくださいね。では実際にプールでそのやり方を再現します。 VTR スタート。耳に水が入ってしまいましたね。音がぼんやり聞こえて変な感じです。まず最初にやってみるのは片足ケンケンでジャンプすることですね。ケンケンケン。さあこっちもケンケンケン。でも水は抜けてくれません。指も耳の穴には入らないし、さあどうするマリダイバー。まずはプールの水をすくってください。これを耳の穴に入れます。指を伸ばして耳に水が滴る感じです。この動画では2回入れていますが、そんなにたくさん水を入れなくてもいいです。そして耳を傾けます。ほら、ちゃんと耳の水が抜けたでしょ。もう一回やってみましょう。手で水をすくって耳に入れる。はい、3秒。トントンとジャンプしてもいいですね。バッチリ抜けました。大成功です。はい、これどうして水が抜けるのか原理をお話ししますね。耳の内部の構造はストローに似ていますが、直線にはなっていなくてちょっと折れ曲がっていてくぼみがあります。そこにわずかな量の水が入り込んでしまうと、表面張力で水が耳の内部にへばりついてしまうんです。葉っぱの上に丸い水滴がつくことありますね。あれはなぜ滑り落ちて流れてしまわずに球体の形を保っているんでしょうか。実は表面張力という力が働いているから流れないんですよね。あれと同じ状態です。耳の中で水が表面張力を持っているので、ちょっとやそっとジャンプをしたぐらいでは取れないんです。この表面張力を無効化するためにはどうしたらいいでしょう。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダーズでグラスに入れたお酒がこぼれないようにコインを入れていくという賭けをするシーンがありますが、あれですよ。あれと同じです。液体が一定量を超えるとお酒は溢れてしまいますよね。だから水の中にも表面張力以上の水を入れてわざとこぼしてやればいいんです。これを我々の業界用語で呼び水とか誘い水なんて言っています。水泳選手とかダイバーはこの呼び水誘い水法で耳から水を抜いています。大抵は耳に水を入れて頭を傾けるだけで水は抜けますが、抜けにくい時にはジャンプの合わせ技を使ってください。でも決してシャワーの水を大量に流し込むのはやめてください。鼓膜を痛めますからね。注意事項についてもお話ししましょう。先ほどのシャワーを勢いよく入れるなんてのは論外ですが、あまりやらない方がいいのが綿棒やティッシュの小よりを入れて水を取ろうとする方法です。正しく行えばいいのですが、大抵奥まで入れすぎて
鼓膜に綿棒やティッシュが接触して鼓膜を傷めることがありますし、また耳垢が溜まっていた場合はさらに耳垢を押し込むことになり、その湿った耳垢が炎症を起こしたりして中耳炎など別の病気を引き起こすことがあります。綿棒やティッシュは使わないようにしてください。そして頭をバンバン叩いたり首を勢いよく振るのはやめましょう。あくまで軽くだったら大丈夫ですが、頭を叩くのは脳にダメージがあります。それに首を横方向に強く振ると首周辺の組織が損傷してムチ打ちを引き起こすことがあります。向きになってブンブン振ると首を痛めますので、これもやめましょう。どうしても水が取れなくても正常な耳の場合は耳の水は体温で蒸発しますから、数時間経てば水はなくなっているはずです。永久に入ったままということはないですから、どうぞ安心してください。また耳の水抜き専用の製品もあります。マックスドラインクリアというものなんですが、これは要はアルコールなどの揮発剤ですね。アルコールは水よりも表面張力が弱いので、耳の中にアルコールを入れると表面張力が弱まって水が流れます。でも専用の揮発剤は高いので、わざわざ使わなくても普通のアルコールでいいんじゃないかなと思います。ネガキャンみたいになってもあれなんで、使いたい方は使ってもいいかもというふうに言い直しておきます。概要欄に Amazon のリンクも貼っておきます。それでもどうしても水が取れない、1日経っても1週間経っても耳の中に水が入っている感じがしてガサガサ言う時、これは2つのケースが考えられます。1つ目は耳垢が多くて水が湿った状態で残ってしまい炎症を起こしている可能性です。そして2つ目は鼓膜の外ではなくて鼓膜の内側に液体が溜まっている場合です。この時の液体はプールの水や海水ではなく、自分の体液や血液が溜まっています。鼓膜の外側ではなくて鼓膜の内側なんですよ。人間は耳の中の水が鼓膜の外か内かを判断できないんですね。この2番目のケースはなぜ起こるのかというと、素潜りやダイビングで2メーター以上潜った時に耳抜きがうまくできていなくて耳に負担がかかって血液や体液が鼓膜内部でにじみ出ているケースです。軽い場合は自然に治ることもありますが、数日から数週間経っても耳に水が溜まっている感覚がある場合、耳鼻科を受診してください。潜水性の中耳炎を起こしていることがあります。どうぞ気をつけてくださいね。はい、ということで耳に入った水を抜く方法とその原理、注意点や耳の病気についてお話ししました。耳に水が入ったらまず水を入れる。一見して矛盾するような方法ですが、無理なく自然に水を抜くやり方ですので、ぜひ試してみてくださいね。この動画が面白いと思われましたら、見たよという合図代わりに高評価をポチッと押してください。いつも高評価をくださるあなた、本当にありがとうございます。マリダイバーはすごく嬉しいです。疑問、質問、実験、検証のリクエストも気軽にコメント欄に書き込んでくださいね。また次回の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。